皆さんおはようございます。スペースアートダンス TV で今日もエナジー全開ステップアップしていきましょう。この動画はアイソレーション、ダンス上達の秘訣、初級コンプリートメニューの中から胸のところを切り抜いて解説を行う動画になります。初心者の方がダンスを始めた時に必ずアイソレーションという言葉に出会うことになるはずです。そもそもアイソレーションとは何なのかということに疑問を持つ方も多いとよくお聞きします。アイソレーションについてものすごく細かく説明している動画があります。こちらのアイソレーション編の中から頭、首編の解説の動画の中でものすごく長い時間を使って説明していますので、そちらの方もぜひご視聴ください。簡単にこの動画でも説明をしておきたいんですけれども、アイソレーションとは体の各部位を独立させる、分離させる、そしてそれを稼働させるというのがアイソレーションの基礎になってきます。すごく簡単になんですけれども、なぜアイソレーションが大事なのかということにも触れておきましょう。ダンスを上手に踊るためには、そのポージングの質だったりとか、それをつなぐ軌道がとても重要になってくるからということになります。その精度を高めるためには、体の各部位を分離させて別々に動かす。そしてそれをコントロールしながら行うことが必須になってきます。アイソレーションを極めていくというのは、ダンス上達にとって絶対に欠かせない要素になってくると思ってくださって間違いありません。ダンスレッスンの中ではなかなかこうした説明を聞く機会がないかと思います。インストラクターの方々はこうした細かい説明も皆さんにお届けしたいと心から思っているんですけれども、なかなか限られたレッスンの時間の中ではお伝えしきることができなくて、すごく悩まれている方も多いと思います。そうした中でこの動画の特徴を利用してこうして説明をできることはとてもいいと思います。初心者の方でも必ず頭で理解してからやりたいよっていうタイプの方も結構いらっしゃるとお聞きしていますので、そういった方にはこちらの動画かなり役に立つんじゃないかなと思います。アイソレーションとは一体何なのかということについてご説明してきました。少しでも頭の片隅にあった状態で練習をコツコツと積み重ねていくと上達へのショートカットにもなると思われます。それではいよいよレッスンスタートです。まずは投資のメニューを見ていただいて、その後に肩、すべてのところを細かく解説していきます。それでは行きましょう。5、6、7、レッツゴー。それではアイソレーションの解説をスタートしていきたいと思います。今回のポジションをしっかりと確認していきましょう。そしてもう一つ、ポジションとポジションをつなぐための軌道についてもどんどん確認していきますので、皆さんの方で理解を深められるようにお話を聞いてください。ノーマルポジションについて再度確認していきましょう。他の動画でもノーマルポジションについては説明をしていますが、ノーマルポジション、これ非常に重要になりますので、必ず準備の姿勢を整えるということを大事にしていただきたいと思います。それではやっていきましょう。まずはつま先とかかとを揃えて気をつけの姿勢で立ちます。つま先とかかとしっかりとぴったりとつけてください。そしてつま先体重になります。少し前に行くようなイメージですね。そうすると自然にお尻が固まっていきます。2本の足をぴったりとくっつけて圧縮するようにすると、さらにお尻、下半身が固まっていきます。お腹をへこませて肋骨を上げるようにします。かなりこの辺が熱くなってくると思います。そして肩甲骨を下に下げます。これで肋骨と肩甲骨を上と下でぶつかり合うような形ですね。そうすると顎が少し締まってしまう人もいると思うので、少し顎を上げるようにしてみてください。この状態で肩幅程度に足を開く。今回のノーマルポジションはこちらになります。ちょっと横向きで確認してみましょう。
まずはつま先とかかとを揃えます。そして少しつま先体重になります。お尻は締まってるかなと確認してください。2本の足を1本に圧縮するようにします。下半身が固まったのを確認したら、お腹をへこませて肋骨を上げる。肩を落として顎を少し整える。そして肩幅程度に開く。今回のノーマルポジションはこちらで実施していきます。胸の可動についてご説明していきたいと思います。胸の可動の種類は主に2種類あります。1つ目は、ちょっとわざと横に向きますね。1つ目は胸がまっすぐと前に出たり、後ろに行ったり、横に行ったりすることです。前であれば、こういうイメージですね。こういうイメージです。もちろん後ろも地面と平行に移動させる。横も同じです。こことここですね。はい、これで4箇所四角形が取れるようになります。本当はもう一つめくる技があるんですけれども、例えば胸であればグリッとこう回転させる。グリッと回転させる。これチェストバスターって言ったりとかする技だったりとかするんですけど、例えば後ろであればこっち側ですね。こっち側に縮める動き、胸を縮める動きになったりします。で、横であれば胸だけが脇腹を使って縮めると、こういう動きがあります。今回は初級者用ということなので、胸をスライドさせる動きでお腹と胸をしっかりと分離をさせるという動きを4ポジション、前、そして後ろ、そして左右、この4ポジションを使ってメニューを実施していきます。次、軌道についてご説明していきたいと思います。軌道についてっていうのは、まずはスタートポジションですね。まずは真ん中にいることになると思います。そして次、例えばですけれども、前に行く場合は、前の最大に動いたところがエンドポジション。スタートポジションからエンドポジション。ありますね。ここがまっすぐとつながるように意識をしてみてください。まっすぐなので軌道としてはシンプルで分かりやすいと思います。スタートとエンドポジションをつないだ線が直線になってればいいわけですね。こういう感じです。これが知らない間に、こういう人はあまりいないと思いますが、曲線になって動いたりしないように、自分のイメージの中でまっすぐに軌道を作るように意識してみてください。それでは実施部位以外の動きについて少し説明していきます。アイソレーションは分離をするということがすごく大事なので、今回の場合は胸とお腹、ちょうどみぞおちのあたりですかね。この辺の筋肉、みぞおちからこう一周回ったベルトをイメージしてもらって、この辺でお腹と胸をしっかりと分けて動かすというのがすごく大事になってきます。ちょっと横向きの方が分かりやすいですかね。こういう風になって、ここからこういう風にお腹はそのポジションで残るんだけど、胸だけが移動をしていくというのが分離の基本になってきます。そして今回の場合は胸っていうのは肩もついていますし、胸の上には首もついています。ですので今回はお腹が止まっていて、肩や首から上、これがついてきてしまう代償動作というのは仕方ないものなので、これは気にせずにやってください。肩だけを残すという行動は人間はできないので、肩と肩と喉、首のところですね。これが一緒に動く。つまり動いた時に肩が通常の位置、胸と肩、首が通常の位置になっている方がいいということです。例えばですけど、こういうことになってしまったりとか、こういうことになってしまったり、こういう風になったり、こういう風になるのはダメだということになります。よくありがちなのは、横に行った時に斜めになってしまう、こういうふうに傾いてしまうっていうのがあるので、今回は直線でつなぎたいよ、ストレートに軌道を作るということを意識しながら練習してみてください。はい、それでは胸のアイソレーションの流れ、5つのパートからなっていますので、こちらの方を説明していきたいと思います。まずはノーマルポジションでしっかりと準備をするようにしてください。ノーマルポジションから前、真ん中、後ろ、真ん中とワンカウントずつつないでいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、2へと行います。2、2、3、4、5、6、7、8。この絵で1つ目のパートがおしまいになります。2つ目のパートは真ん中で終わっているところから
左右に動かしていきます。皆さんは動画で見ていると思いますので、例えば私が右の方に行ったら皆さんは左からスタートするのがやりやすいんじゃないかなと思います。自分の中で工夫してやってみてください。ではいきます。真ん中で1つ目のパートが終わった後、2、2、3、4、5、6、7、8、このまま2へと行います。2、2、3、4、5、6、7、8、真ん中で終わって2つ目のパートはおしまいです。そして3つ目のパートはボックスになります。今前後左右とつないでいたダイヤモンド型を1つずつ、ワンカウントずつでダイヤモンドを描いていくという動きになります。真ん中で終わったところから前、右、後ろ、左、前、同じ方向へ右、後ろ、左、今度は反対になります。1、2、3、4、5、6、7、8、これでボックスのパート3パート目がおしまいになります。そして4パート目になります。4パート目はロールという動きになります。さっき描いたダイヤモンド型をできるだけ滑らかにつないでいきましょうという形になります。ボックスの終わりが横で終わってますので、ボックスが回ってきた方向へ同じ方向で構いませんので、4カウントで1周回していってください。こっちから来てますので、1、2、3、4、5、6、7、8、今度は反対になります。1、2、3、4、5、6、7、8、このように、2周ずつですね、4カウントで2周ずつ回して4パート目がおしまいになります。それでは最後の5パート目になります。5パート目はエンドカウントボックスって我々はちょっと訳しているんですけども、ロールプラスエンドカウントでボックスを行うというこれまでの5パートの中で一番難易度の高い技になります。今ロールがこちらから回って終わりになってきまってます。そしたら反対のロールを4カウント行ってください。1、2、3、4、後ろで止まったら2カウントロールを入れます。5、6、はっきりと止まって6、エンド7、8、反対に行きます。1、2、3、ストップ。5、6、7、8。こうして早くロールやエンドカウントボックスを行うことによって対応力を上げていくというメニューになっています。今回のメニューはこれで以上になります。それでは Tips コーナーに移っていきたいと思います。皆さんが練習をしていくときに意識した方がいいポイントや、そしてみんながどのような効果を期待してこの練習を続けていくのか、コツ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 続けていったらこういう効果があるよとかっていうのを、皆さんにシェアしていきたいと思っています。初心者の方が一番悩むポイントとして、自分が正しくアイソレーションを行えているのか、分離がしっかりとできているのかというところは一番の悩みポイントだと思います。僕自身もよく相談を受けることがあるんですけれども、その時になかなか鏡があったりとかするお家も少ないと思いますので、自分で確認できるポイントとしては、まず腰を少し手で触ってあげて骨盤の位置がしっかりと固定されているかどうかというのを確認してみてください。そして足なんですけども、膝の部分がしっかりとこう伸ばしてしまうと少し動きが、スムーズじゃなくなることがあるんですね。なので本当に2センチぐらいでいいので膝を曲げます。本当に2センチぐらいでいいです。そうするとももの力が抜けてしまう人もいるかもしれないので、ももをしっかりと力を入れてください。この状態でこの指で触っている骨盤が動かないように横にスライドしたり前後にスライドさせるようにしてみてください。はい、そうです。これが触ってないと自然と腰もついてきちゃう人っていうのがいるので、触ることによってだいぶ、自分の中でお腹と胸を分離することがやりやすくなっていきます。そしてですね、次筋肉なんですけれども、まず前に張った時っていうのは横から見ましょうか。はい、実はこういった時っていうのはこっち側のこの辺の筋肉筋が伸びている状態になります。そして肩甲骨のちょうど下あたりが縮まる筋肉になります。ですので前に行った時は
ここのお腹の上の方ですねが伸びてるかなっていうのを確認すると、自分が最大に動けてるかどうかっていうのを確認できます。逆に後ろに行きますと、こっち側みぞおちあたりが縮まる筋肉になって、肩甲骨あたりが伸びる筋肉になっていくので、後ろに行った時に背中側が少し肩甲骨周りが張ってるぞっていうようなイメージになると、後ろに稼働している、正しく稼働している。これがお尻もついてきちゃうと、ここ全然張らないんですね。なのでそれが確認ポイントになります。横も確認しておきましょうか。よいしょ。少し曲げます。骨盤に手を当てて横に張ると、こちら側が縮まり、こちら側が伸びている状態になります。ここって少し伸びてる方が肩や腕を上げないと伸びてることを確認しづらいので、こっち横に関して言ったら、ここが縮まってるかどうか、みぞおちから横に行った伸びてる方で確認しづらいので、この縮まってる方がここに力が入ってるかなというので確認するといいかもしれません。ちょっと若干こうやって動く人もいるかもしれないんですけど、ここがしっかりと力が入っているとだいぶ、自分の中でやりやすい、正しい、そういう形になってくると思います。反対も確認してみましょう。こっち側の場合はそうですそうです、こっちですね、こっち側になります。ここが伸びてるのが確認しづらいので力を入れると。ボックスでやってみましょうか。伸びてるかな、縮まってるかな、背中が伸びてるかな、縮まってるかな、こんなように確認をしていくと正しくできているかどうかを判断しやすいと思います。腰についてのお話をちょっとさせてください。胸を動かすのに腰のお話になるのはちょっとおかしいかなと思われる方もいるかもしれないんですけれども、今回の場合なんですけれども、横に行きます。胸とお腹を分離させると、腰の部分に曲線が出来上がっていくんですね。この曲線の作り方によっては腰を痛めてしまうということがありえます。例えばですけれども、お尻の骨盤の部分を、胸をしっかりと前に出した時に、反り腰と言われる人は、ここがちょっと僕腰が硬いのであれなんですけど、あまりうまくは見せられないんですけど、ここがこういうふうに出てしまうと、ここに対して、負担がたくさんかかってしまうんですね。ですので骨盤の位置はあくまでも動かさないように、負担を肩甲骨の下のあたりにかけたいんです。この時にダメな例だと、お尻ごと上にこうやって上がってしまう人がいると。こうしてしまうと、かなり力強くやった時に腰を痛めてしまうということがあります。さらに力強くストップをしたいというのもアイソレーションの今回のメニューの目標なんですが、力強く入れる時にグッと肩に力を入れてしまうということがありえます。ですのでできるだけみぞおちのあたりで力を集めてあげるようにすると、肩は上がりづらくなります。ここに集める。そうですね。前後も一緒です。そういうイメージでやっていくといいと思います。次です。ロール時の注意点をお話ししたいと思います。ロールというのは、まずボックスのダイヤモンド型ですね。このダイヤモンド型をきれいに円でつなげていきましょうというのがロールだというお話をさせてもらいました。そしてそのロールの時にですね、最初ボックスでやってたこの直線を円にする際に少しショートカットをしてしまって、円をきれいにつなぎたいんだけどカクカクとなってしまうことがあるんですね。ちょっとやってみせましょう。ここからロールします。これを今できるだけ滑らかにつなごうとしている人と、ショートカットをしてしまっている人っていうのはちょっとゲジゲジ感が出てしまうんですね。これがないように、できるだけさっき自分が伸びていたここの筋肉ありますね。伸びてたよ、そして次ここ縮めるよっていう時に、こっちに対して筋肉が移っていく、こっちですね、移っていく、こういうイメージをしていくとかなりロールもきれいになりやすくなるので、ちょっと意識をしてみてください。最後にノーマルポジションを緩めないことをすごく大事にしてほしいということをお話伝えていきます。まずノーマルポジションというのは自分の体を安定させるために、そしてさらにアイソレーションを踊ってる時に分離をしやすくしたりとか、そして踊ってる時にバランスを取りやすくするためにノーマルポジションというのは欠かせない自分の意識に染み込ませてほしいポジションとなります。そして今回の場合は肩幅のノーマルポジションで、ちょっと膝を2センチぐらい曲げた方がやりやすいよとさっきお伝えしました。この2センチぐらい曲げることによって膝が緩んでしまう。そして
さらに太ももも緩んでお尻も緩んでお腹も緩むみたいな悪い連鎖を起こしてしまう可能性があるんですね。ですのでこれは意識的に地面をしっかりと足の裏で掴んで内ももに力を入れてお腹にも力を入れることによって体を安定させてください。結構生徒の中で見受けられるのは、ちょっとやってみますね。特に横が多いと思うので横ちょっとやってみます。この時に安定している人っていうのは骨盤が動きづらいんですけれども、今内ももやお尻の意識を抜いてみます。抜けました。ちょっと一緒に稼働しちゃってるの分かりますかね。この辺が結構初心者には見られがちな動きになるので、こういう時に僕もそうなんですけど、やってる時にやばいここ抜けてきたぞなんていう時はやりながら意識しなきゃ固めて止める、また意識が抜けてきた、これはやばい固める、こうして自分の中で染み込むまでたくさんコツコツと練習することをお勧めします。今回の胸のアイソレーション、最後のまとめとしてみんなと一緒にやっていきたいと思います。それではスタートです。さあ皆さん、アイソレーション胸編いかがだったでしょうか。まず質問の中で多いのが、全く胸が動きませんっていう質問多いんですね、結構。でこちらの質問が多いので、じゃあ一体どうやったら生徒の皆さんだったりダンスが好きな人が胸を稼働させるかっていうことをすごく研究した時期があって、とにかくストリートダンスをやる上で胸っていうのはかなり重要なファクターになってくるので、ここを動かせる方が絶対にストリートっぽくなっていくんですよね。でちょっと考えた結果、皆さんあぐらって分かりますよね。こうやって足を組んで、地面に座るっていうことですね。で両方あぐらしますよね。でその状態で姿勢をこうやって立てます。骨盤の背中側に仙骨っていう骨があるんですけど、これが寝てる状態じゃなくてグッと立ててあげるような形にします。でこの立てた状態にして胸を動かしていくと、ちょっと今椅子が安定しないんですけれども、お尻が固定されているので、つまり骨盤が固定されているのと一緒になりますよね。そうすると胸が動かしやすくなって、お腹のねじれが生まれやすくなるので、こういう練習方法は非常におすすめです。今の練習方法はなんか違うな、しっくりこないなって思って練習をしている人、このまま練習をしていっても効果が薄れてしまう可能性があるので、ぜひ一回このメニューから外れて骨盤を固定した状態で左右に動かす練習で感覚をつかんでからやった方がいいです。また自分の中でできてるかどうかわからないとか、できているつもりになっている可能性がある、できていると思い込んでいる方もいらっしゃるはずなので、一度見直して一度骨盤を地面につけてみて、お尻ですね、お尻をつけて骨盤を固定した状態で胸を動かしたその感覚みたいのをマスターする練習にはいいんじゃないかなっていうふうに思います。ちょっとまたマニアックな話になってこのままずっと語ってしまいそうなので、ここの辺でお話は切りますけど、皆さんにお伝えしたいなと思うのは、アイソレーションは単体で利用することが非常に稀なので、できればリズムと合わせて練習をしていただきたいなっていうふうに思うんですね。アイソレーションそのものの精度を上げるっていうことはもちろん大事なんですけれども、基本的にはリズムとプラスして練習をしたいと。そうすると今回のメニューで言えば膝と胸のアイソレーションを合わせてみるとか、簡単でもいいですね。かかとをこうやって地面にトントントンって打ちつけながら胸で
ってやったりとかする、このリズムプラスアイソレーションみたいなものも意識しながら練習できるところまでレベル足してほしいなっていうふうに思いますし、時間ができればまた別のリズムプラスアイソレのメニューも作っていきたいなっていうふうに思っています。僕の経験上で感じたことになるんですけれども、胸とお腹、これを分離できるようになると急に表現の幅とかステップのニュアンスがかっこよくなるなっていうふうに感じるんですね。でボディ、このボディの部分ですね、これを固めて運動をするタイプの人とリラックスさせて運動するタイプの人っていうのが大きく分かれて2ついるなというふうに感じているんですけれども、僕はちょっとガチガチに固めて、例えば走るとか運動するっていうタイプだったんですね。で、もちろんそれが悪いっていうこと、どっちがいいとかどっちが悪いっていうことではないんですけれども、ヒップホップのグルービーな動きをするダンスにはやはり少しこうリラックスをある程度入れとかないと胸のリズムって取りづらくなったりとかするんですね。僕はその時にそれをマスターしたいと思っていたので、どうしても胸とお腹を分離する必要があったんですね。なのでそれでたくさんやってってもなかなかうまくいかないなって思った時に、あ、そうか、ある程度脱力を入れなきゃいけないんだ、脱力を入れるから胸が稼働していくんだ。ただ脱力をしすぎてしまうと肩が斜めになったりとかニュアンスが変わってしまうんだみたいなことに気づけてから上達したなっていうのを思い出しました。皆さんもアイソレーションやっていくうちに各部位でこれは得意だけどこれは苦手みたいなものが見つかってくると思うんですけれども、苦手なところを避けずにいろいろ研究することによって逆にスッとできたものよりも得意になってしまうみたいなこともあったりしますので、ぜひぜひ苦手なことから逃げないで向き合ってその壁をクリアする、そしてさらにその先に必ず楽しさが待っているのでそこの域まで達してほしいなっていうふうに思ってます。今回の胸のメニューもブログ、写真付きで解説していますので、自分のお好みに合わせてゆっくりと見たいよっていうテキスト読みながら写真見ながら見たいよっていう人はブログをご利用してくださっても構わないと思いますし、この動画での方が一緒に乗りやすいよっていう方は動画の方でご視聴いただければというふうに思っています。いくつかアイソレーションシリーズ作ってるんですけども、必ず皆様のお役に立つことになると思いますので、ぜひご視聴応援のほどよろしくお願いいたします。スペースアートダンス TV では皆さんがエナジーあふれるライフを送れるように動画コンテンツを制作してまいりますので、これからも応援のほどよろしくお願いします。それでは今日のメニューもお疲れ様でした。